今の近代的なやつを使うか。ごめん、逆やわ。こちらは玄関の吹き抜けです。吹き抜けがあると明るくて開放感のある空間になりますよね。とはいえ、結構デメリットもあります。窓や照明の掃除が難しい。冷暖房効率が落ちる。そして床面積が減るためスペースがもったいなく感じてしまうことも。ということで今回はこの吹き抜け部分に床を作ることになりました。まずは吹き抜けを囲んでいる2階の腰壁を撤去していきます。今回はベテラン大工の清水さんが応援に来てくれました。まずは慎重に壁際から少し逃げたところからマルチツールでボードをカットしていきます。笠木は丸ノコでぶった切ります。築37年、木造2階建ての軸組工法の家です。柱と間柱に横胴縁を渡した上に石膏ボードが貼ってあります。この時代の石膏ボードは釘打ちかタッカーで留めてある程度なので簡単にめくれてしまいます。壊す側には優しい設計です。ちなみに今回清水さんに来てもらったのには理由があります。カズさん、今回ちょっと膝がピンチ。膝に爆弾を抱えたカズさんにとって今回の仕事なかなか骨が折れそうです。そうだね。面倒くさいけど焦らんのか。力仕事はできるだけ清水さんにお願いすることになりました。中の構造はだいたいわかりました。吹き抜け側のボードは剥がすと落ちて危険なので、下地とまとめてズバッといきます。壁が気持ちよくくり抜かれていきます。運びやすいように半分にカットしました。もう消えたはずや。もらったな。この作りであれば十分強度のある床が作れそうです。フロアは簡単やけど、ここで計算したらさ、フロア天板でさ、もう6寸なら6寸で全部さ、ピーって切っちゃうから、ボードを。縁はあってんだよ。あげへんねって言うから絶対針だけは入らなかったさ。だから6寸でかいな。いろんな日本語を省略して話すので、なんのこっちゃわかりません。それだね。今回はカズさんが使い物になら調子が悪いので、私が廃材などの運び出しをやります。
もともと頼まれていた家具の処分も一緒に行いました。足場を組みましょうというコメントが入るかもしれませんが、ここは8尺の脚立で作業します。2階廊下の床の高さを基準にして、元々の構造材に沿って床を組んでいきます。こっちの FL とこっちの FL が違うから、ここはジョイント大事やんか。はい。でこっちは斜めに作って、あとはこの1ミリぐらいね、別にいいんだけど。既存の床との取り合い部分はなりで、それ以外は水平に作ります。この隅が床の仕上がりの高さになります。絶対空気切っちゃう可能性あるもんな。なんやろな。どうしようか。24たす45たす180にクリアを5分ぐらい見てこうかな。180たす24たす45たすクリア10。260や。260。260。260。ややこしいもんね。だから30、40の分も足しといた方がいい？切るの。180で針あるやん。ボードの上に打ちたいってなったらさ、その位置に下地がおるかどうかわかんないもんで、天井下地の30、40の方ね。なんかこう、絶対おるに決まったんですよ、真ん中に。五分道口でしょ。横流しになってるでしょ。横長になる。嘘でしょ。俺は可能性あるよね。じゃあ、天井この辺でもええんか。下げる。180の上にそのまんま30足して、圧迫感だけでええねん。天井の30もかわすかかわさんかはどっちでもいい。シビアに考えんでも、かけた張りだけしやもなとかなる。どうせそういう天井上げとかなあかんちゅうことないんやね。10多めに着ようかな思ってるけど、見てみなわからんからね。一応会話を文字起こししてみましたけど、囚人丸の子で既存のボードをカットしてめくります。釘に出会わないことを祈ります。囚人丸の子はリフォーム現場でも新築現場でももう必需品になっていますね。カズさんに向かって丸の子が進んでいますが、この場合危ないのは清水さんの方です。全部針が。床の組み方向をどうするか決めます。どっち入れる？こう入れるか、こう横に入れるか。どうしてもない。これが180ね。180だよね。本当はこっちの方がね、もう材料大きいでこっちの方がいいけどね。逆なのな。まあネタに合わせるからこうしてカットか。こうしよる。こう入れる。入り墨は丸のこの刃が届かないのでマルチツールでカットします。昔はマルチツールがなかったので手の甲で少しずつ切るしかありませんでした。腰壁があった場所は下地をしっかりと整えます。ちなみに2階の旧吹き抜け部分の壁のみクロスを張り替えます。壁の出墨は既存のボードをまっすぐカットし、クロス屋さんに壁紙で継いでもらいます。よしよし、出したんだよ。吹き抜けの腰壁と部分的なボードの解体が終わりました。
ここまではとても順調です。はい、こんな感じでですね、なんとかこう上手にめくれました。ここから躯体に補強を入れて床を作っていきます。こちらの既存の針は 120mm。そこに 180mm の針を乗せるのですが、だいぶないね。120の半分の 60mm の腰掛けで新規の針を乗せることになります。これ今度見えやしどうしても見えないけどさ、今の近代的なやつを使うか。近代的なやつ。近代的な金物を使えば楽なんですが、そうすると大工的に面白くない。謎のプライドが邪魔をします。そうね。施主さんが落ちるといけないので、この日のノルマは床の捨て張りまでにします。ちょっとどいてくれ。頭の上ゴミやろ。はい。組方向を変えればもう少し楽ですが、玄関ドアの上に針を乗せて荷重をかけたくないという判断です。この下が間柱じゃなくて柱だと良かったのですが、マルチツールは今ではなくてはならない存在ですが、時々その便利さが悲しくなるそうです。1.5 足す24足す40を 200.5 が上はね。200.5。針を受ける側の材は深さを 15mm のみで掘ります。5分だけほっとくわ。横入れするか？あんた5分で俺も5分掘ってそれ7に入れるわ。あ、値段1分5分か。値段1寸5分はもうある。リンゴの4分の4分でなんや、1寸9分か。違うやん。で、リンゴの4分の4分って言ったら2寸3分。こちら側も同じように 15mm 掘り、針を滑り込ませるようにしてはめ込みます。壁をめくるまでは中の材がわからなかったので、とりあえず6寸の米末を用意してきました。60かよ。相手の材料半分のことなんと。40VMAX165mm の充電丸の子にサメ肌というチップ層の組み合わせですが、逃げるもんね、外に。切れ味がいまいちのようです。丸の子本体と刃の状態、バッテリー残量、木材の質、いろんな要素が影響します。今165いい刃ないからな。この丸の子がね、もう昔から好きじゃないんだよね。カズさんはうまく切れないときはだいたい丸の子のせいにします。なんかね、やっぱただこの 40V の 165mm の丸の子だけは買った時からずっと使いづらいと言っています。とはいえ現場でコード式の AC 機を使うのも不便に感じてしまう。ほとんどの工具を充電式で揃えた今、使いづらくても便利だから使い続けるという悪循環が生まれています。そんなこと手柄が大きいで。新しい刃は神業という名前のチップ層。
ブレが少なく、音が静かな刃です。静かやな、やっぱこの、音。そうだね。確かに。胴つきが空いてしまわないように、針の長さは気持ち大きめにします。問題はこっちや。どうやらうまく金が出なかったようです。はみ出た部分をのみで調整します。根田受けには4寸のヒノキを使います。あれ？清水さんの 18V の丸ノコの方がよく切れるじゃん。丸ノコの精度が超悪いんだけど。根田受けを取り付けます。3寸5分と4寸はたった 15mm の違いなんですが、安心度が全然違います。と言われて、材木屋さんの展示会で一山分この木を買わされていました。大さんや、減った。で、ここの材料が5尺6寸7分。50から90。動画を見て後で気づいたのですが、これ、羽子板ボルト入っていませんね。既存のボルトが当たる箇所を切り欠きます。カズさん、今日は一人で何かを取り付けるということができないので、清水さんに手伝ってもらいます。清水さんが的確にサポートしてくれます。レーザー回して。完璧っす。レーザーから 200.5mm 下がったところが根田受けの天場として高さを出しているのですが、なぜか2人とも水平が全く合いません。200.5やろ？ 200。5ミリ。200.5やろ？今ぐらいちゃうの今。200.5？うん。あれ8やねんね。0. えんちゃうねん。あ、ごめん、俺じゃあそれあかんかもな。
1センチやろ、20センチ5ミリやろ。じゃあも 0.5 ミリのことやこれ。う5ミリやろ。 200.5。 200と5だったら205やろ、そもそもが。外さなかもしれないからするとごめん。この子も。なんでなんで上に上がらんやろ。あ、じゃあ上げるんならいいよ。上がるじゃあ上げるんならいいよ。下げるはもう下がらんで。カズさんが 0.5 ミリ単位で指示を出すので、清水さんが混乱。そういうんだ。ごめん。じゃあ20センチ5ミリやでね。違うね。 200.5。 205。 200ミリ。まあ20センチが大体。ここで清水さんがセンチを言い出すので、余計ややこしい。さあ、5人分上がる上にこう。何？どっちでも上がると思うよ。いや、なんで？あら。仕事しよう。普段、隅やら右やらって言ってるか分からなくなってきたよね。あなた上がった上がった。こっちレーダー回してくれる。そうか、20センチ。おい。これそうっすよ。俺もう墨したり、小さなもの使って。ちょっとした勘違いもありましたが、無事根田受けを取り付けました。さて、お次は大事な仕事。針をかければもうほぼ完成なのですが、横動物が干渉しますね。仕切り直しです。端っこ持っていいよ。硬いぞ。はい。ちょっとね。超待ってくれ。逆ちゃう。ごめん。逆やわ。はい。こっちは前か。まあ、いつの逆になったな。え？ごめん、逆やわ。これちゃう？いやいや、もっと。こっちはこっち。脚立の上で針が回っています。いや、まあ、こっちはこっちで良さそうやけど。で、斜め落とさなあかんわ。ごめん。それで持っててくれて、いって上がるの。いける？わからん。いけるんじゃない？ごめん。ごめん。あえらいよ。ちょっと。ちょっとよ。どっついたらいかへん？なんでないか。いや、かけやなら行く。かけやないの。大幅は少しだけ角を斜めに叩きます。それ、清水さんの方？それは大浜かも。変わる？これで。よっちゃんがさ、俺かけやいるっつって俺がいらっちゃったんだ。だからいるって言ったのに。めっちゃいいやん。高い。もうちょい？もうちょい。俺決めるわ。一応金物もあるけど、横で1個つけとく関係ないか。乗せてあるだけの敷地なので、念のため金物で引き寄せて補強します。順調です。僕以外順調ですよ。膝の具合は。
いや、もう間が、えらい。曲げられないんだ。曲げられないから、もうずっと、ちょっともうお料理偉いから、今日清水さんいないとちょっと厳しいね。偉いわ。躯体工事が終わりました。次は根太をかけていきます。90か。根太が反っているので、まっすぐかつ少し垂れ気味に取り付けます。うわ、すごいこれ。肉。なんとか床の下地が終わりました。あとは合板を貼ればもう安心ですね。もう本当に足が動かなくて怖いわ。オープンでやり越したいね。足が痛い上に少しお太りになられたようで、264でいける。ちょっと見苦しくてすみません。うん、264でいけるはず。そんな中、清水さんが2階まで合板を運びます。はい、いいと。持ったよ。よっしゃ。踏んだり蹴ったり。続いて天井下地です。次の日のためにも不要なものはすべて持ち帰りたいところです。現場をきれいにしたいので、長い木材は全部使って整理します。梁下に直接天井下地を組みたかったのですが、玄関タイル上の天井が高すぎます。見た目重視で少し低めに天井を作ることにしました。次はゴムの分ね。よくしょ。こっちもさね、
100にするまではいいかな。130ぐらいにしてるとね。130にしちゃって、130。既存の壁は横動物の高さが一定ではなく、釘が効かない箇所もあります。なので、2階の床から吊り木で固定します。まだこっち送ってない。それノート送ってない。ここ。そこ。オッケー。オッケー。来た。玄関の吹き抜けの空間に、なんとか1日で床を作ることができました。次回はフローリング施工、窓台交換、カバー工法、天井ボード張り、壁紙を張り替えていよいよ完成です。カズさん、音太の方を切ってって。あ、ごめん。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。